アワビとカニ味噌の蒸し焼き。皆さんこんにちは。今回は福島県小畑温泉八幡屋をご紹介します。小畑温泉は東北一のラジウム含有量を誇る名湯です。八幡屋は2016年にそれまで36年間続いた石川県の加賀屋ホテルを破ってプロが選ぶ日本の旅館ホテル100選の全国一となったホテルです。全国一の理由がわかるような見どころ満載の動画となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、このチャンネルは私が実際に宿泊した宿について館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで音声付きの臨場感のある動画を目指しています。特に温泉を重視しており、実際のお湯をご紹介したいので、露天風呂付きや貸し切り風呂付きの宿を中心にご紹介しています。一通り見ていただければ宿の全体がわかるように構成していますので、ぜひ皆さんのホテル選びの参考にしてください。さて、ちょっと見えにくいですが、エントランス前では和服姿の皆さんが出迎えてくださっています。ちょっとびっくりしましたが、最初から素晴らしいおもてなしをしていただきました。とっても嬉しいです。八幡屋は小畑温泉では最も大型のホテルで全145室あります。八幡太郎義家の愛馬の傷が治った温泉の上に立つ宿というところから名付けられたということです。エントランス前では2体の可愛らしい石像が出迎えてくれます。八幡屋は8階建ての本館、当月館、清月館、別館の帰郷邸から構成されています。客室は本館の4階以上となっています。ロビーは2階で売店やラウンジなどがあります。お土産どころ月うさぎです。福島名物赤べこクッキーです。八幡屋オリジナルのお菓子です。月うさぎでは主にお土産のお菓子類が売られています。一般の飲料やスナックも売られています。こちらはもう一つの売店、月ふくさです。こちらでは衣類や工芸品の小物などが売られているようです。ラウンジ月のキーです。なんと1階の真ん中で琴の生演奏がされていました。
ことも素晴らしいですが、下から見上げた吹き抜けも豪華です。エレベーターはシースルーとなっています。1階にはラーメンどころやゲームコーナーもあります。屋外の温水プールもありましたが、この日は水着を持っていかなかったので入ることができませんでした。残念。この方が2名様と、はい、お子様が1名様ですね、はい、ありがとうございます。貸し切り風呂1日ということで、今案内するときにお部屋の鍵と一緒に、はい、これ貸し切り風呂の鍵渡しますんで。わかりました、はい、夕食の案内なんですけど、今日別館の3階で案内します。個室になってます。はい、お食事始まりの時間5時半スタートから7時スタートで何時ぐらいに。じゃあ6時でお願いします。6時で、はい、かしこまりました。別館記帳亭の入り口となっております。貸し切り風呂の方もこちらにございますので、はい、ご案内板右手にお進みください。はい。では本日のお部屋こちら824でございます。はい、それでは今回泊まります824号室ですね。鍵はこんな感じのね鍵になってますけれども、ちょっと入ってみます。玄関はこんな感じになってます。こちらにね靴入れがあって、右側にね扉と、あとはこちら奥にお部屋の扉があります。まずこっちのね右側の方に行ってみたいと思いますけれども、でこちらにはね洗面とお風呂とトイレがあるんですけれども、でこちらがトイレになってますけれどもね。でトイレこんな感じでね、ちょっと狭めですけれども、シンプルな一般的なトイレですかね。ウォシュレットもねもちろんついてます。でお風呂内湯ですけれども、こんな感じのねユニットバスになってますね。こちらは温泉ではないということですので、通常はね大浴場に入ると思いますので、こちらのお風呂はねあまり使わないのかなというふうに思いますね。でシャンプー類は、ポーラのシャンプー類が置かれてます。そしてこちらが洗面になります。シンクが一つで、これ男性用の化粧品でしょうかね。かなりシンプルな感じのね洗面になってますけれども、こちらのアメニティも非常にシンプルでね、この歯ブラシぐらいしかないんですよね。あとはドライヤーがありますけれども、それ以外のアメニティは置かれてないので、かなりシンプルな感じのねアメニティということになってます。あとはタオルですけれども、一応大浴場に関してはタオルが置いてあるということですので、こちらのタオルをね持っていく必要はないということでしたね。それではお部屋に行ってみたいと思います。で今回のお部屋はですね、東館の和洋室ということで、おそらくねかなり標準的なお部屋ではないかなというふうに思います。でパッと見た感じ、非常に明るいのもそうなんですけれども、新しい感じがねしますよね。こんな感じの和洋室ということで、こちら側にベッドがあるというような構成になってます。でまずはちょっとね奥まで行ってみたいと思いますけれども、で窓を開けるとこんな感じの景色が広がっています。ちょっと今ね西日といいますか逆光になってるので見えにくいんですけれども、どうでしょうか。この景色結構素晴らしいですよね。こちらにこう、稲荷神社といいますかね、そういう鳥居が見えたりしてて、
で真ん中にはね滝が見えますよね。であちらに見える建物が桔梗亭っていうね、食事とかそれから露天風呂とかある新しい建物なんですね。でこちらは従来の大浴場とかねあるような場所ですけれども、下には日本庭園があって、もうほんと景色結構ねこれ絶景なんですよね。こんな感じです。お部屋によって結構景色が違うようですので、もし景色にこだわる方はこの景色のいいお部屋をということをリクエストしてみるといいかもしれません。非常に素晴らしい景色です。改めてお部屋全体を見てみますとこんな感じになっています。で奥側がね一応洋室ということで、セミダブルぐらいのね大きさのベッドが置かれてまして、比較的シンプルな感じのベッドになってますけれども、ベッドサイドもね非常にシンプルになってて、コンセントも通常のねコンセントだけということになってます。一応館内のご案内ということでありまして、ボバタ温泉、こちらのね温泉はボバタ温泉で大浴場と露天風呂、それから今回ね貸し切り風呂一つ借りてますので、そちらに関しては後でたっぷりとお見せしたいと思います。面白いのがね、この大浴場内に天然サウナというのがあって、爆飯石のサウナとラドン温泉のサウナがあると。これはなかなか面白いですよね。売店が2つあって、あとはラウンジがあるということになってます。でこちらのねベッドの上はこんな感じのちょっとおしゃれな感じのねデザインになってますよね。で空気清浄機があって、こちらがねミニバーのような、お茶セットが置いてある部分になりますけれども、その下にはね冷蔵庫があって、この冷蔵庫は飲み物はねこういう風に入ってますけれども、これはいわゆる有料のねビールとかねジュースとかそういうものが置いてあって、引き出すとどれを引き出したかが分かるというような感じの冷蔵庫になってますね。こちらが和のスペースということになってますね。中井さんにねお茶を入れていただきましたので、お茶とこちらにねお茶菓子があります。こんな感じのね。でお部屋でね Wi-Fi が使えますけれども、スピードはね若干遅めで、3.9 ですので、ちょっともしかすると動画なんかは厳しいのかなという感じですけれども、ただ Wi-Fi がね使えるというのは嬉しいですよね。そしてこちらにはクローゼットはこんな感じで、浴衣とねジンバルのようなそういうのが置かれてますね。それから足袋もありますね。こんな感じです。でこちらにはテレビがありますけれども、テレビはね40インチぐらいのね、普通の液晶テレビという感じになってますね。でこの下にはねセーフティーボックスが置かれてます。ということで八幡屋の和洋室でしたけれども、いかがでしたでしょうか。ようやくたどり着きました。でこちらに行くと稲荷神社があるわけですけれども、
後ろを振り返ってみると八幡屋がね眼下に見えると、なかなかの絶景ですよね。結構このね階段700段あるということで、なかなか大変かもしれません。八幡屋本館の大浴場へ行ってきました。非常に大きな石のお風呂がね真ん中で区切られて2つあり、お湯に関しては無色透明無臭ではありましたけれども、こうツルツルする感じのねお湯になってまして、とても温泉らしい素晴らしいお湯でした。本館の大浴場にも露天風呂があるんですけれども、そちらの露天風呂も十分に広くて、とても開放的ないい露天風呂かなというふうに思いました。それからその奥に行きますと、なんととても広いサウナがありまして、ラドン温泉サウナのせせらぎ、こちらはですね寝るスペースといいますか、横になって枕が置いてあって、その下には石が敷いてあって、でその周りにお湯が流れてるんですね。そちらのお湯がラドン温泉ということで、非常に雰囲気のいい感じの、岩盤浴のようなそんな感じのサウナという風になっていました。そしてさらにその奥に行きますと、内モンゴル爆飯石日だまりというお部屋があります。前面にね畳が敷かれていて、真ん中には爆飯石が置かれていまして、そこから暖かい空気が周りに広がっていて、本当に素晴らしい。座ったり寝たりとかね、いろんな格好でサウナを楽しむことができる。なかなかこれほどのね温泉といいますかね、ホテルはないのかなというふうに思われます。全体にこの本館のねお風呂からサウナまで素晴らしい雰囲気でした。八幡屋に来ましたら、ぜひこちらの本館の大浴場とサウナは味わってみることをお勧めしたいと思います。では今から貸し切りのお風呂に行ってみたいと思います。こちらが桔梗亭の4階ですね。今回借りてる貸し切り風呂は山の音、山の根なのでこちらになります。奥に行くと露天風呂があるんですけれども、こちらにね貸し切り風呂が4つ並んでて、今回お借りした貸し切り風呂はこちらの山の根という貸し切り風呂になります。それでは行ってみます。こんな感じのね鍵を貸してもらえますので、入るとこんな感じになってますね。こちらにタオルが置かれてます。で着替えのスペースはこんな感じになってますね。結構立派な感じの洗面台がありますよね。シンクが2つあって、こちらねお部屋と違ってアメニティが結構しっかりしてて、これ男性用で、こちらは女性用のね化粧品といいますか、あとは一般的なアメニティといいますかね、綿棒とかコットンとかひげ剃りなんかもね置いてますよね。であとこちらに櫛とかシャワーキャップとかが置かれてます。ある程度の人数ね着替えることができるようなそんな感じのスペースになってますよね。こちらにはねトイレがありますね。
ではお風呂に行ってみたいと思います。お風呂はこんな感じになっています。下がね石でできていて、湯船はね、御影石のような石でできていて、非常に高級感がありますよね。で広さもねかなり広くて、大人3人ぐらい入れそうな、そんな感じの広さですよね。そしてやはりね、なんといってもこの奥に見える滝ですね。これ人工の滝なんですけれども、こちらに来ますと人工の滝が見えて、でさらにねずっと上を見ると、あの辺に稲荷神社のね鳥居が見えると、なかなかいい感じの景色になってますよね。でこちらにはね洗い場が2つありまして、シャンプーがねこちらのうまゆさくらって書いてあるシャンプーと、それからコーセーのねシャンプーが置いてあります。で周りですけれども、壁の下の方はね石でできた壁になってまして、で上の方は木で作られた壁で、全体はね本当非常に新しい感じの綺麗な感じのお風呂とても贅沢な感じの作りのお風呂になっています。それではお風呂に入ってみたいと思います。湯船自体はね結構深めな感じの湯船になってて、お湯は最初から満たされてますね。広くて石でできていて、すごい贅沢な感じのお風呂ですよね。お湯に関してはこちらのボバタ温泉共通のねお湯ということになってまして、アルカリ性の単純泉ということでね、無色無臭ではあるんですけれども、 pH が 9.8 もありますので、とてもツルツルした感じの、何かこう肌に良さそうな感じのねお湯になっています。こちらから源泉かけ流しになってますから、とてもいい感じのお湯が味わえますね。そしてさらにですよね、こちらの外に見える滝ですよね。窓が開きませんので、いわゆる半露天とかね露天とかそんな感じではないんですけれども、人工的にできたこれだけの滝をね見ながらお風呂に入れるというのは、とても贅沢な感じがします。素晴らしい貸し切り風呂だと思いますね。はい、それでは桔梗亭の露天風呂に行ってみたいと思います。男性のお風呂は稲荷山谷の湯というお風呂でありますけれども、こちらもね本当に素晴らしいんですよね。まず入ってお風呂の方に出ますと、屋根のかかった大きな石のお風呂がね、貸し切り風呂にも似たような感じのお風呂ですが、非常に大きなお風呂がありまして、そこはね広いだけあってお湯の温度が結構違うんですよね、同じ湯船の中でもね。ですので熱いめのお湯のが好みの方とぬるめのお湯が好みの方、場所を変えればそういった入り方ができます。でさらにですね、湯船の半分ぐらいから先は開放されてますので、本格的なね露天風呂が楽しめます。でもちろんこれだけではなくて、この渡り廊下をね渡っていきますと、一つの大きな岩をくり抜いてできたお風呂が見えます。
でこちらのお風呂は縦8メートル横3メートル重さ60トンの巨石ということで、そちらをくり抜いたお風呂になっています。そしてさらにその奥に行きますと、ひょうたんのような形をしたこちらも石でできたお風呂がありまして、一部屋根はかかっていますけれども、3つの、野天風呂といいますか、そういうお風呂があります。でさらにですね、そのお風呂からはこんな感じで丘の上から人工のね滝が流れてくるところが見えます。近くにはもみじの大きな木が植えられていて、おそらく秋の紅葉は絶景かなという感じに見えましたね。で本当に自然がすぐ近くにあって野天の状態でしたから、結構メンテナンスは大変かなと思うんですけれども、非常にきれいに保たれていまして管理が素晴らしいなというふうに思いました。で泉質に関してはね、他の貸し切り風呂や本館の大浴場と同様でですね、無色透明無臭のアルカリ性の単純泉、ただ pH が 9.8 もありますので、もう入った瞬間にねツルツルして温泉だということがはっきり分かるような、そんなお風呂ですね。新しくて自然がすぐ近くの露天風呂になっていて、お風呂も大きくて、それでいてしっかりとした温泉が楽しめると、もう本当にね素晴らしいお風呂でしたね。難点といえばね、本館からちょっと距離が離れていて3回ほど外に出なくちゃいけないところがありますので、若干遠いなという感じはしました。ただ逆にね、遠いからこそ味わえるお風呂という感じもあり、なかなか満足度の高い本当にいいお風呂だなという感じがしました。こちらのお風呂はね、ぜひこの八幡屋に来ましたら行ってみてもらいたいなというふうに思いますね。はい、それでは今から夕食を食べに行ってきます。おお、すごい。これはすごいですね。こちらが大人用のねお膳で、お部屋からこんな感じで滝がね真正面に見えるお部屋ということで、ちょっとびっくりですね。素晴らしいですね、これね。白身魚のマンゴーエスカベッシュ、フルーツトマトのキウイジュレかけ、チーズ豆腐でございます。エビのハニーマスタード、これがエビのハニーマスタード、はい、縁側の山椒和え、磯貝のジンダーえでございます。こちら和牛ステーキでございます。でこちらがアワビと蒸し焼き、アワビと魚介の梅味噌の蒸し焼きでございます。3階の湯葉の春巻きでございます。食前酒は桃ジュースでございます。はい、シャルドネだね、ワインね。すぐに肉飲みしてるんですはい、辛口ですけど、さっぱりとした味わいでお料理に合うかと思います。でこちらがお品書きになります。で今回のねメインは和牛ステーキの石焼きとアワビとカニ味噌の蒸し焼きということになりますね。子供用の揚げ物ですね。エビフライとか唐揚げとかね、美味しそうですね。こちらが前菜ということになります。なかなかおしゃれな感じの前菜ですね。こちらは豆腐ですね。3回湯葉春巻き、ごまだれにつけてねいただきます。サーモンとかカニとかがね混じってるのかな。和牛ステーキの石焼き、
甘じょっぱくてお肉と合う。美味しい。こちらがお作りですね。まずはマグロ。はい。いい？こちらがタイですね。ではタコ。こちらがホタテ。こちらは蒸し焼きなんだけど、このアワビ生きてるからちょっと動いてるんだよね。アワビとカニ味噌の蒸し焼きできました。すごいですね、これは。ポン酢につけてお召し上がりください。蒸し焼きにして切ってもらったアワビですね。ポン酢でいただきます。柔らかい。食べやすそうにカットしてくれてる。これにちょっと味噌つけて食べてみて。そうそう。美味しい。味噌がね、すごい濃厚だよ。味噌だけでもいけちゃう。美味しい。イカにカニ味噌ね。イカもさ、ほんとコリコリしてて。パンプキンの冷製スープ、綺麗な色。ゼリーみたいなのが入ってます。季節の煮物。油揚げでなんか肉を巻いたやつかな、これね。これは湯葉巻きみたいなやつかな。これが昆布ちりめん。これが昆布ちりめん。美味しいね。岩のりと二色そうめん。色がこういうピンク色のと白いのが入ってんだね。それで2色だ。スープが薄味ですごくいい感じ。紅心菜ってお漬物みたいな感じですね。マンゴーアイスパフェです。子供用のデザートはケーキがついてるね。マンゴーアイスパフェ。すごいですね。もう完全にパフェ。食事から帰ってきたらこんな感じで布団が敷かれてました。布団といってもね、マットレスがねしっかり敷いてあって、もうほんとベッドみたいな、そんな感じですね。はい、では今から朝食を食べに行ってきます。お願いします。カードお預かりします。すごいね。こちらが朝食ですね。すごい豪華ですよね。寄せ豆腐、それから納豆、おから焼き鮭、ベーコン、卵できんぴらですかね。あとは昆布と明太子、それからサラダとお漬物とマグロの山かけであさりの味噌汁と、そしてね、さらに素晴らしいのはこちらの会場からこんな感じで滝が目の前に見えるんですよね。これはすごいですよね。でね、白米だけじゃなくて赤飯もね選べるんですよね。サラダからねいただきます。
マグロの山かけとイカがねついてます。イカね、新鮮な感じで、焼き鮭ですね。あさりの味噌汁、こんな感じ。寄せ豆腐、真ん中からトマト。タレが美味しい。デザートが来ました。パイナップルとヨーグルトとオレンジのゼリーですね。あとはコーヒーが来て、かりんとまんじゅうをねもらいました。これがブルーベリーヨーグルト、オレンジゼリー、皮の上にねゼリー乗っけて。オーダーしました。失礼します。ありがとうございます。はい。最近のご利用分、貸し切り分のご利用いただいてありがとうございます。あとお飲み物がクレジット。はい、一括になっちゃいますよ。あ、いいです。襲はい名祭とカードのご利用会一緒にさせていただきます。どうもどうもありがとうございました。はいすいませんお疲れ様でした。はい、大丈夫です。こちらでお待ちになってください。それではお会計が3000円でございます。はい、こちらチケットの渡しです。入り口が左手となっております。おお、すごい寒い。この先探検受付って誰かいるのかな。こっちが一般コースでこっちが探検コース。一般コースははい。よし。すごい。うわ恋人の聖地だって。